こちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、お相手との攻防戦について見ていきます。今回はエンタメ要素を強めでお送りしていきます。以前アンケート取らせていただきましたアラビアンナイトを採用していきます。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょう。前回はあなたが攻めるとき、お相手が守るときという形で見ていったので、今回は交換してお相手が攻めるとき、あなたはどのように守っていくのかっていう攻防戦を見ていきましょう。今回はお相手があなたのところへ攻めてきてくれる時なので、こちらがお相手のデッキとしてもらっていきます。タロットカード、その他のカードすべて正位置で見ていきます。ではまずお相手が、攻めたいなと思う時、どんな時なんですかっていうところでもらっていきましょう。攻めたいと思う時、そしてその時にどんな風に攻めてきてくるのか、まずはね、そのお相手のお気持ちとか初動っていうんですか、それを見ていきます。今回あまりにも暑いので作業場所をクーラーのあるお部屋に移動しています。ということでいつもとセッティング違うので少し不便が起きるかもしれないんですが、ご了承ください。ではお相手がまず攻めたいと思う時とかは、すごい攻めたいと思う時とか、あとはどんな風に攻めてくるのかなっていうところで笑っていきます。何かね、あなたと一緒にいる時、そして笑顔になってる時だよっていうのが入ってきていますね。ちょっと今回ね、カメラが遠いのでカード見えづらいかもしれないですね。このようにカードが出ています。あなたと一緒にいて、あなたの笑顔を見ている時、そしてこれはそうですね、あなたと一緒にいる時っていうのが強く入ってくるので、その時にお相手がムズムズっとするようなところがあるみたいです。どんな風にお誘いしてくるのかっていうと、かなりこの方、品のある方っていうのが入ってきています。上品に誘ってきてくれるんじゃないでしょうか。野生的にガーってくるよりは、もう品のあるスマートな対応をしてくださるんじゃないかなと思っています。はい、ではその時のあなたの様子ももらっていきます。はい、あなたのデッキはこちらからもらっていきます。でもちょっと待ってくださいね。あなたの、様子をもらう前に、お相手のその攻める時のね、スマートだっていう風に出てきているんですが、内心どうですかっていうところをトランプでもらっていきましょう。これ前回のちぎり編でもお出ししましたアメコミチックのトランプです。絵柄からもらっていきます。あなたにお誘いしようと思っている時のお相手、たくさん出たのでちょっとしまいましょうね。たくさんいろんなこと考えてるのかな。いざあなたの城を攻めようと思っている時のお相手の本心、もしかしたらこれ表面上品があるように見せかけて内心どうかっていうところなんですけど何か殴られてるような感じがするので、かなり大きな衝撃が走るっていうのが入ってきています。そしてどこかしら体の一部かもしれないし、気持ちもそうかもしれないけど、大きくね、胸が弾むよっていう風に出てきてるんですよ。胸だけじゃないかもしれない、いろんなところがうずいてきますっていうのが入ってきていますね。これがお相手の本心です。なんかね、ドーンって衝撃が入ってくるので、それが体に現れるのか、心が躍っているのか、スマートに見せかけておいて、また不意打ちでやってくる可能性もあります。ではその時のあなたはどんな風に受け止めてくれるのかっていうところでもらっていきます。まず実際のあなたの反応と、あとお相手が求めるあなたの反応、こういう風に受け止めてくれると嬉しいなっていうね、お相手のお気持ち、願望っていうのももらっていきます。まずは実際のあなたの対応力見ていきます。はい、ではね、正位置でもらっていきますね。素晴らしい女帝のカードが入ってきてるから、もうすごくロマンチック、魅力的、もう性的魅力盛りだくさんっていうカードですね。ではお相手が望むあなたの対応としてはどんな対応を望んでいるのか、ソードの6番が入ってきています。
もしかしたらお相手っていうのはあなたの今の対応に十分満足しているし、魅力的だし、もしかしたらこれ1回で終わらないかもみたいな感じで、もうお相手が受け取っているし、あなたも多分ムンムンっていうか満々というかね、やる気満々というか、そういうところがあると思います。すごく魅力的で、どのような対応をお相手は求めているのかっていうと、もうあなたと一緒にもう果てしない世界へ、長い旅路へ旅立っていきたいっていうね、もうやる気満々ですよね。あなたにも一緒についてきてほしいなっていうところがあります。お相手が誘導していくので、あなたはついてきてほしい。多分これね、長い旅路になるんじゃないかなっていうのをね、覚悟してねっていう感じもしますね。はい。では、そうだな、実際にお相手から求められた時のあなたの本心っていうのをトランプからもらっていきましょう。女帝のカードなので、優雅で豊かで、そしてあなた自身がすごく性的魅力を持っている方なんですよね。反応として出してはいるんですが、やはり女帝だからすごく人としてまたは異性としての魅力がすごくあるっていうのが出てきています。はい、あなたの反応としてロケットが飛んでいるロケットが打ち上げられようとしているロケットダイブですね。今からダイブしようとしているあなたの本心、もう今にも宇宙に飛び立っていってしまうんだっていうね、いうところがある。ロケットじゃない、これあれだ。ごめんなさい、出てこない。飛行機じゃなくてジェット機みたいなそうだ、ロケットじゃないですね。こういう感じですね。前に向かって突き進んでいくよっていうのが出てきているので、あなたもめちゃくちゃもう火がついたら勢いよく飛んでいきますよっていうのが入ってきてるから、お互い衝撃がすごくある。抜群に伸びていくというかね、爆発的にお二人の衝動がバチーンとなっていくんじゃないかなと思います。ただお相手は表面的には品があってエスコートしてくれるんじゃないかなというふうに出てきています。お相手がね、ムムってくるときはあなたと一緒にいて、あなたの笑顔を見ているときとか、あなたの体に触れたときっていうのが入ってきていますね。はい、いい感じですね。では次に行きましょう。ではお相手が攻めたい、どんな攻め方をしてくれるのかとか、そういうのをもらっていきましょう。そしてあなたの、反応、どういうところが好きなのかなっていうのももらっていきますね。お相手がもらっていきましょう。ってどんなところがそうですね、自分の強みですよっていうところももらっていきたいですし、まずはね、いろいろとお相手に聞いていきましょうか。教えてください。あなたの攻め方、どんな攻め方ですかっていう、品があるっていう感じでは言われてはいますが、どんな攻め方をしていきますかっていうところで、ソードのキング、そしてそうだな、あなたに、自分がお相手がね攻めていくときにどういうところに喜びを感じますか？どういうところに喜びを感じるのか。はい、ワンドの7。そしてあとはお相手の得意技とかも聞いていきましょう。得意技、匠の技としては、これは力のカードですね。これちょっとね、正義のカードと番号入れ替わってるけど、これは力ですね。はい。なんか縛られていますよ。そして、自分がね誘導していきたいというところはあります。エスコートしていきたいというところですね。そういうところがある。そして、この辺りでしょうかね。あともう一枚なんかフリートークでもらっていきましょうか。あなたと、結ばれる時の意気込みとしてカップの7番が入っています。ここからね読み解いていきましょう。どんな風に読み取っていくんだ。滑舌が回らなくなってきている。まずこちら、どのように攻めてくれる、どんなところにね喜びを感じるのか。やはりこの方はリードしていきたいっていうところが入っています。
もちろん自分がもう自らおのずと剣を握って相手の城に攻め込んでいくんだっていうお気持ちもありますし、統率していきたいとか、そうですね、うまく立ち回っていきたい自信もあると思います。この方冷静に物事を考えていて、そしてあなたに攻めていく時の作戦とかもちゃんと練って実行していきますし、その時の状況に合わせてその時に見合った行動をしていくっていうのが入っています。自信たっぷりですね。そしてどんなところに喜びを感じるのかとかっていうところも見ていくと、あなたを喜ばせたいっていうお気持ちがあるんですね。さっき出ていたあなたにどんな反応をしてほしいのかっていうお相手のご希望で2人で長い旅路に出るよっていう風に出てきたんですが、その終着点、2人で抱き合うような終着点を迎えたら嬉しいなっていうのも入っていますね。長い旅路、船から始まり電車で終わっていく。だから乗り物を変えるっていうのがあるので、もしかしたら場所を変えるのか、何かシチュエーションが変わるのか、船だけじゃないよっていうところがここでも言われています。あれこれ手を変えたりとか、いろんな遊び方、いろんな楽しみ方でいろいろやった後に、もう最終的には2人で抱き合って終着点を迎えていきたいねっていうところがありますし、どんな風にあなたを誘導していきたいのかっていうところでも、もうなんか縛ってはいるので、そういうのも趣味の一環としてあるのかもしれないけれども、基本的に優しい方、スマートな方なので、本人の中ではね、心の中ではこうやって縛っておきたいとかね、縛って自分がリードしていきたいっていうような強いお気持ちもあるんだけども、その本心だけでは動くことなくスマートにやられていくんじゃないかなと思います。あなたの身動きが取れなくさせるようなことが好きなのかもしれません。ただ基本的には2人のバランスが整っていればすごく幸せっていうところが入っています。かなり大きいですね。自分がコントロールしていきながら、あなたとのバランスをとっていくのが好きっていうのがあります。もしかしたら自分の心の中の、本能というか衝動的なものが、野生的なものが抑えられない瞬間も出てくるかもねっていう感じでは出てきています。そしてフリートークとしてここ出てきていますね。カップの7番ではあるんですけど、いろいろと多分あなたに会えない日でもあなたのことを妄想していたりとか、かなりあなたが魅力的っていうのがここで入っていますので、これは実際にあなたがどのように受け止めてくれるのかっていうカードなんですが、ただめちゃくちゃもう輝いているんです、このカードが。だから多分お相手はあなたにもうぞっこんだし、そして忘れられないと思う。一夜を共にしたらその夜が忘れられなくて、何日かずっとね、毎日あなたのことを考えてあれやこれやと妄想していますよっていうのがお相手からのフリートークで入ってきています。もうべったりしたいんじゃないかなっていうのが入っていますね。ということでお相手のフリートークもらっていったので、次あなたについて聞いていきましょう。お相手の攻め方とかいろいろ見ていた匠の技ももらっていきましょうか。匠の技は何かね、少し違うカードからもらっていきましょうかね。コズミックバーオラクルからもらっていきましょう。お相手についてね、もうちょっと深掘りしていきます。匠の技とかどうなんだろう。でも、口づけするのが好きっていうのはありますよね。抱きしめたりハグしたりっていうのは好きだと思います。スキンシップが得意っていうのもあると思います。あと品があるから、さりげなく腰に手を回したりとか、さりげなくボディタッチしたりとかっていうのもあるんじゃないかなと思います。お相手のそうですね、もう少し深掘りしていくと、めちゃくちゃ勢いがあるっていう風に出てきているし、であなたと戦うことというかね、あなたの戦場じゃない、城に攻め込む時っていうのは全然もう自信満々でいきますよって、強い意志を持って貫きますっていう風に出てきていますし、星屑を散らすように砕けても星は星、ぶつかることや壊れることを恐れないでっていう風に出てるので、もうなんて言うんだろう、あなたと一つになった時に自分が流星群のようにね、いろいろと勢いよく自分の気持ちだったりいろんなエネルギーがね飛び散っていくんだけど、それがもうすごく素晴らしい、自分らしいっていう風に出てきているし、たとえそれが
自分だけ流星群めちゃくちゃ降っていて、あなたが一つの流れ星が降ったとしても、それでも自分は構わない、恐れないよっていう風に出てきてるので、あと流星群っていうイメージが入ってくるから、やはりなんかこうすごくたくさん回数があるのかなっていう感じがする。パワードとしてはかなり回数っていう意味ではすごくたくさんあるのかなと思いますし、やはりパワーも多いのかな、多いっていうか強いのかなとは思います。そうだな、たくさんあるっていう感じ、細かいっていう感じがします。はい、そしてあとはパワードもかなりあるし、濃厚な感じもするんですよね、このお相手が。その他に何かもらえるものがあったらもらおうかなと思うんですけど、ではお相手を深掘りする前にあなたの方をもらっていきましょうか。ではこちらから、あなたがお相手が攻めてきている時のあなたの反応だったり、お相手がどんなところ反応が好きとかっていうところももらっていきましょう。あなたの守り方ですよね。あなたはお相手から攻められた時どうするんですかっていう。もしかしたらお相手はね、この本心の中に抑えきれない野獣のような気持ちを持っていて、うまくコントロールしながらやっていくんだけれども、たくさんの星屑というかね、流れ星を降らせますよっていうのが入ってきてますね。星屑のシャワーっていうのが入ってきてます。今日一時パワーワードが出ましたね。1番さん、星屑のシャワー。ではあなたの守り方について見ていきましょう。はい、もうちょっともらっていきますね。深掘りです。そしてお相手があなたにどんな反応をしてくれると嬉しいのかはすっごく分かりやすく出てるな。お相手かなりこうスマートで上品かなと思ったんですけど、スマートでね、そういうところはあるんだけど、でも求めてるものってかなり分かりやすいっていう感じがしますね。そして、あなたに求める対応とあなたの対応力っていうのも見てるんですけど、そうだな。そしてもう1枚フリートークでもらっていきましょうか。カップの2番が出てきてるから、やっぱりね、こうハグするのが好きなんでしょうね、このお相手。あなたもそうかもしれないですよね。愛情たっぷりな方なので、あなたが。なのでお相手を受け入れてくれる包容力がすごくあるので、もういつでも来ていいわよとかあとそうね、もう私の魅力、あなたも多分自覚されてるんじゃないかな。ご自身が魅力たっぷりだっていうところ、そしてそれは性的魅力だけではなくて愛情面でも深い愛情でお相手を包んでくれたり、お相手の星屑のシャワーを全て拾い集めてくれたりとか、受け止めてくれるようなところがあるっていうのがすごく魅力的で入ってきています。お相手が攻め込んだ時っていうのは、あなたもね、こう相性がいいんじゃないかな。お相手ときちんとお相手を立ててくださっていたりとかね、お相手がもし攻めていて、もうね、自分のやり方っていうのがあるから、それにこう従ってくれるというかね、お相手のやりたいようにやってもいいよっていうところもあると思いますし、あとよく見るっていうところがあなたにはあります。お相手の攻め方をよく見ていたり観察していたり、洞察力が鋭いカードだから、そうですね、あと駆け引きも好きかもしれません。こういざ本題に入っていく前のやり取りっていうのも好きでしょうし、あなたが。そして実際お相手が星屑をシャワーさせようとしている時のあなたはよくね、ちゃんとお相手のお顔を見ていたりとかするところもあるかもしれません。楽しんでいるところもあると思います。はい、あとこれは真実を求めるカードでもありますね。真実って一体何なのかっていうところはご想像にお任せします。ちぎりに対してお相手の真実、ちぎることでお相手の本当のお気持ちをあなたは感じ取ったりするのかもしれません。お互いがちゃんとお互いのことを見てやり取りしていくところがあるし、そうですね、相性はすごくいいんじゃないかなと思います。そしてお相手が求めるあなたの対応としては、いっぱい溢れてねっていうところがありますね。これは
気持ち的な面でもそうですね。愛情表現たくさんしてほしい、もう過剰なまでにアピールしてほしいっていうところもあるし、受け止めてほしい。そして自分が攻め込んだ時にもうこれ以上お腹いっぱいだよっていうぐらいね、もうカップにもうこれ以上水入りませんっていうぐらいたくさんあなたに与えてあげたいっていう風にお相手が言っていますし、そしてあなたがもうお腹いっぱいで溢れちゃったよっていう風にね、言われたいんじゃないかな。お相手はもう愛情で包んであげたいし、包み込んでほしいし、もう愛あふれるような反応を示してほしい。もうすごく嬉しい。そしてカップの1番2番って続いてきていて、お相手にとってこのちぎりっていうのはもう愛情につながっている、イコール愛情ですっていうのが入っていますね。これで2人がやっと結ばれていくことで、いろんな意味で、もう本当に大きな意味で深く2人がつながっていくんだっていうところが出てきていますね。もちろんそれはあなたも感じています。だからこそ相性がすごくいいんだと思います、お二人が。これはフリートークで出しているカードだから、もうあなたにとってもお相手とつながることで愛情確認ができるだろうし、そして多分ね、相性もすごくいいので、ちぎりの相性もいいので、お互いすごく満足のいくような内容になるんじゃないかなと思います。ではこちらのカードからあなたのパワードもらっていきましょう。パワード、はい、ではもらってきます。わー、素敵。ローズのカードが入ってきている。傷ついても傷つけてしまっても大丈夫、立ち直れる。なるほど、立ち直れるっていうの、何回も私は立ち直っていけますよっていうあなたのカード。そしてシンクのローズ色とお相手は深いね星空の色だから、すごく相性がいいよね。やっぱりこれ見てるだけでバランスいいなって思いますね。スターダストパラダイス、かっこいい名前ね、スターダストだってすごい、ね、星屑のシャワーのお相手に対してあなたは何度でも立ち直れる素晴らしいシンクのバラっていう風に入っていますね。素敵。めちゃくちゃ受け止めますよって、私のこのうずめいてる奥底へいらっしゃいっていうのが入ってきていますね。そして私は何回でも行けますので、行ける口ですのでね、お相手も何回でもどうぞ。しかしお相手も星屑のシャワーですよ。だからやっぱりここは相性がいいんじゃないかなと思います。どちらも深い色をしているので、もう深いところまでつながっていったりとか、かなり奥の部分っていうのが好きなんじゃないかな。奥の真実を求めていく、探求していくっていうところもあると思います。心の奥底でつながりたいとか、もういろんな意味で奥が好きっていうところもあるかもしれません。はい、ということで次行きましょう。ではお相手が、これは私の必殺技ですっていうね、必殺技を1枚もらっていきましょう。これが自分のもうね、お箱ですみたいなところをもらっていきます。お相手の必殺技、何かね、衝撃的な一発をもらいましょう。一発か何発かわからないけどもらっていきましょうね。はい、お相手の一発としては、めっちゃ力強いカード出てきてるんですけど、知恵の輪じゃないんだけど、これ何の輪なんだろう。なんかリングをね3つね、たくましいカードが入ってきてますね。周りの女性たちがわーっていう風に見てるんですけど、注目集めてますね。もう自分の、肉体美だったりとか、一生懸命自分が取り組んでいますよっていうところも、そこを評価してほしいんじゃないかな。そしてこれは学びのカードです。はい、あと共同作業のカードでもあるので、あなたと共同作業を行うところに評価を与えてほしいなっていうところもある。これが自分の強みですよっていうところですね。そしてさらなる発展へっていうところもあります。2人で協力してさらにレベルアップしていこうねっていうところですね。はい、協力し合いながら日々積み重ねていきましょう、整えていきましょうっていうチームワークのカードです。そして肉体美っていうのも感じますね。力強さっていうのもあります。タフさだったりとか、あとはなんか汗をかいていたりとかするので、自分が汗水垂らして取り組んでいるところっていうところも自慢の一つなのかもしれませんね。はい、という風に出てきています。お相手の必殺技、
でもそこにはやっぱりこう共同作業なので、あなたの力も欲しいなっていうところもあるんじゃないかと思います。はい、では、ね、新しいカードを使いながらもうちょっとね補足もらっていきましょう。ルノルマンです。お相手の必殺技について補足ください。はい、もらっていきましょう。ガーデン。なんとまた品のあるこのなんか王子様みたいな、伯爵様みたいなカードが出てきています。はい、いいですね。もうあなたを私の、僕かな、この絵柄的に僕のこの奥底にあるね、この庭の中で、庭園の中でお茶会しませんかっていう、ちょっとエスコートしてくれるような上品なカードが入ってきています。はい、やはり、品があって、上品なっていうところは変わらずあるのかなと思いますね。でもそんな見た目のお相手が実際こう汗を垂らしているところっていうのを自分アピールしてますよっていうところは入ってきていますよ。脱いだら肉体美がすごいとかねっていうところもあると思います。ではそうだな、お相手のお気持ちをねもらっていきましょう。自分が必殺技を繰り広げている時のお相手のお気持ちっていうところをもらっていきましょう。お気持ち、表情、なんかそういうところをもらっていこうかなと思います。はい、もらっていきましょう。なんかラタタ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 っていうねカードが入っています。攻めてるって打ち込んでますっていうカードが入っています。必殺技を繰り広げている時のお相手っていうのはこのようにねこう連打しているっていう感じで出てきていますね。なんかねちょっとギャップがあるんですよね。やっぱりこう見ていると品のあるカードも他にもね入ってはきてるんですけど、星屑のシャワーみたいにこう連打しているみたいなね、あまり連打って言葉を使わない方がいいのかもしれない。この品のあるお相手からしてみたら、連打じゃなくて星屑のシャワーにしてくれないかなみたいな感じでね訂正されそうな気がしますが、このように肉体美を見せるところもありながらもやはりこう表面上はこうスマートで品のあるような感じでいたいのかなっていうところもあります。はい、ということではこのお相手、S か M か聞いていきましょうか。自分が攻め込むの好きなんじゃないかなと思うんですが、攻めるのは好きですか？飛び出してきたのがノー。攻めるのはそんなに好きじゃない、ガツガツするのは好きじゃないってことなのかな。じゃあその星屑のシャワーについてはどう思っていますかっていうところでイエス、私はね星屑シャワーしますよって、ここに対してはもうイエスっていう風に出てるので、もしかしたらこう受け身っていうところがあるのかもしれないですがね、こうあんまりガツガツしないよっていう体では来てるので、本心はね衝撃があったりとか、何かねこう大きさ、胸が弾んでいくようなお気持ちっていうところもあるんですね。だけどたくさん降らせるよっていうところは出てきているかなと思います。ではもう少しもらっていきたい。じゃああなたがお相手の必殺技を受けた時のあなたのお気持ち聞いていきましょう。あなたからの感想ね、妄想が広がっていきますね。全然このちぎり交わしていませんよっていう方でも全然ご覧いただけますので、もう十分にご活用いただければと思います。もしあなたがこのお相手の必殺技を受けた時どんな感想を思いますかっていうのをねもらっていきましょう。はい、まずは第一声感想をもらっていきましょう。ソードのさん、どうしたの？なんか刺さってますよ。いきなり刺さってびっくりしているみたいな感じもするけど、そこに対してもう一枚もらいましょう。どうしたのっていうのがあるからもう一枚ください。深掘りしていきます。びっくり、カップの3も入ってる。そうなんだ。なんかこう嬉しさとなんて言うんだろう、涙、感動の涙みたいなのも出てくるし、貫かれることによってあなたがね攻め込まれることによって胸がギュッとなる思いとか、あとはやっぱり祝福のカードが出てるから喜び、そういう意味だよっていう風に出てきています。すごく嬉しい、楽しい、
一緒になって嬉しい。そしてやっぱり相性がいい。なんでかっていうと、お相手もここに3番っていうカード出してるんですよ。ペンタクル3番ね。そしてあなたはここもソードの3とカップの3っていう同じみんな3が揃ってるんですね。なのでお相手の必殺技に対してもここ同じ数字出てきているから、かなりこう2人が1つになれるのがすごく嬉しいんじゃないかな。あなたにとっては待ってましたっていう感じもするんですよ。やっと私のハートを貫いてくれたねとかっていうお気持ちにもなるでしょうし、やっとっていうのが伝わってきます。そしてその後にすごく喜びで包まれるんじゃないかなっていうのがありますね。はい。そしてではね、ここに対してもうちょっと聞いていきましょうか。それはお相手の必殺技はあなたにとってどういうものなんですか？とても喜ばしいことだよっていうのは入ってきています。おっと、1枚飛んできたのをもらっていきましょう。よし。すごい。レッドロイヤル。すごいですね。パッション。情熱や興味があれば方法は要素は気にしない。様々な赤色に力を感じるように、それだけで強いっていうのが出てきているので、お相手の愛もしくは技にねどっぷりと使っているあなたのイメージが入ってきています。お相手の愛をすごく感じるっていうところがあるし、情熱ですよね。情熱的だっていう風に入ってきています。そしてもう太陽が昇ってくるかのような明るさも感じる。そこになんかこう技術とか匠の技とかそんなレベルは求めていませんっていうあなたのお気持ちがここで出てきていますね。お相手とつながることがまず一番大事なのっていう風にあなたが出ています。そして同じね赤でね来ていますよね。お相手のやり方に私はもうお相手っていうところがまず一番だからっていうところがすごく入ってきていて、あとは強い方っていうイメージ感想っていうのが入ってきています。お相手がこう性的に強いっていうところ、それだけで私はものすごく満足していますっていうのも入ってきていますね。はい、あなたの感想をもらっていきました。ではね、あなたがそうですね、お相手がじゃああなたにどういうことを求めているのかもらっていきましょう。どんな反応をしてほしいのか、どんな反応をしてほしいのか、これをしまってもう一回切っていきますね。どんな反応をしてほしいのか、はい、もらいましょう。雲のカード。つかめそうでつかめなさそうな、そういうのも好き。あとやっぱりこうコロコロ変わるっていうのも入ってくるんですね。さっきも出てきたんですけど、場所変わるかもねとか、やり方いろいろ楽しみたい方かもねっていうのがあったので、その時々に合わせて対応していくんじゃないかな。曇りの日もあれば晴れる日もあるし、雨が降る日もあるから、その時々によっていろんな反応とかいろんな表情とか見せてほしいなっていうところもあると思いますね。もう一枚月のカードも入ってきた。ミステリアスだしロマンチック、そういうところも求めていると思います。もっとこっち見てっていう風に出てくるので、もしかしたらお相手が攻め込んでいる最中にあなたは横を向くような癖があるのかもしれない。目線をそらしてしまうとかね。だけどしっかりと見てるんですよ。横向いてるけど、顔を横見ながら目線だけこう相手の方を見るとかっていう人いるじゃないですか。そういうタイプかもしれません。あなたはもっと顔ごとまっすぐ見てもいいよっていう風に振り向いてほしいなっていう、振り向くっていうのは気持ちじゃなくて、もう顔をね振り向かせてほしいな、よく見せてほしいなっていうところもあると思いますし、儚いとかそういうところも入ってくるんですよ。お相手が求める反応として儚さだったり、あとはもしかしたらね、今この瞬間つながってるこの瞬間すごく喜び合ってるんだけど、それが終わって次の日とかになってしまったらあれは夢だったんじゃないかっていう風にお相手が妄想に入ってしまうぐらい、あなたの幻的なものがねお相手に取り付いてるだってお相手に何て言うんだろう、そのあなたの残り香が
残ってるみたいな、あなたの香りが残ってるみたいなところがあるんじゃないかな。幻みたいなところがお相手の中にうずめいているよってところが出てきています。なるほど。はい、ではここまでもらっていったので、ではトランプからねもらっていきましょう。実際ちぎっている最中、お互いどんな感じっていうところをもらっていきましょう。で、あなたとお相手と続けてもらっていきます。まずはお相手からね。おっとっとっと、お相手がパワーだなそしてあなたの方はそうなんだ。これちょっとねエンタメ要素外れていくかもしれないんですけど、やっぱりお相手と結ばれることで長い恋愛、恋が実ったとか、そういう風に感じる方いるのかな。やっと結ばれたとか、やっとつながれたっていう風に感じるんじゃないかな。あなたの方がすごく泣くぐらい感動するって、お相手とこうやって口づけしたりとか抱きしめ合ったり、このような関係になることで、とても私感動していますっていうのが入ってきてるんですね。泣いてるんですよ。すごく泣いてるっていうか、涙を流すんじゃなくて違うところが流れるのかもしれないね。流れるかもしれない、溢れる、いろんな意味で溢れてくるのかもしれないし、お相手はすごく女性のヒーローみたいな、スーパーウーマンみたいなところのカードが出てきてるので、すっごい勢いがあるんですよ。サイヤ人みたいな、スーパーサイヤ人みたいな力強さを感じるので、このマックスの状態で自分挑んでいきますよみたいな、ますます進化していきますよみたいなね。サイヤ人、金髪になるだけじゃなくて髪伸びたりするじゃないですか。ああいう感じでレベルアップしていくんじゃないかなっていう感じが出てきています。ではこの後お相手からのメッセージもらっていきましょう。何枚かカードを出していきます。自由にね、お相手から何かあなたに伝えたいことがあればくださいっていうところでもらっていきましょう。ペンタクル2番とカップの8が入っています。もう1枚もらいましょうか。メッセージ後でまとめてもらっていきます。カップの10、そして他にもカードをもらっていきます。ルノーマンからもメッセージをもらっていきましょう。1枚もらっていきます。子供のカードが入っていますね。そしてではこのオラクルからももらいましょう。この1番さんのワードとしては星屑シャワーということでもしコメントに感想書かれる場合は星屑シャワーと書かれてください。ではお相手から1枚、いいですね。秋の色なんですけど、これすごくいいカード、実りのカード。そして最後にオラクルももらっていきましょう。ハートのねオラクルもらっていきます。でラバーズオラクル、軽くシャッフルしてもらっていきます。ちょっとねハートなのでシャッフルがしづらいけど、これをもらっていきましょう。この2枚ですね。ではめくっていきます。ツイン、双子、あなたとお相手が一つになる時がもうすぐやってきますよっていう感じで入ってくるのかな。そうですね、2人で一つだよっていう、あとは天に召される時は2人で一緒にとかっていうのも入ってきています。魂のつながりだけじゃなくていろんなところつながって、そして2人がまた一つのステージへ上がっていく、世界が完成されて2人で上昇していくっていうところもお相手の願いとして入っていますし、これからも末永くやっていきたいっていうのもあるんじゃないかな。もうすぐ夢が叶いますよっていうカードが入ってるんですね。なので
やはりこう長い片思いの末、ようやく今実現するっていう可能性が高いんじゃないかなっていうのがあります。もしくはもうちぎり交わしていますっていう方でも、そのちぎりを交わすまでの間に結構年月かかったんじゃないかなっていうのも出てきていますし、あとはこれから先のことについてももっとこれから先反映させていきたいっていうお相手のお気持ちだったり、実りを迎えていきたい、もうそろそろ収穫だよねっていう風に出てくるんですね。でそれが今ちぎりを交わしている方であれば、これからもっと実りが出てくるよとか、2人にコクが足されていくねっていう、深みが増していくねっていうところも入ってきていますし、まだちぎり交わしていませんよっていう方であれば、2人が交わっていくことでどんどんと絆が深まっていくねっていうところが入ってきています。これが一番強いかな。この2枚が一番色味としても一番強いかなと思います。経験が全て栄養になっていく、2人の愛の木の栄養剤なんですっていうことですね。2人がつながっていくことっていうのが、だからどんな経験であれ全て2人の絆のためにあるものなんです。たとえ失敗したこととか、やっちゃったなとかっていうことがあったとしても、それを悔やまずに、そして実りを迎えていきましょう。過去にあったことも全て栄養として色づいていくよっていう風にお相手のメッセージとして入ってきていましたね。そして2人の純粋なお気持ちっていうのはまず一番に大切にしようっていう風にも出てきています。末永く一緒にやっていきたいっていうのがありますね、お相手のお気持ちとして。でペンタクル2番っていうカードなんですけど、絵柄として子供の絵柄が入ってきてるから、かなりこのお相手が、お子さん好きだったりとか、あとは家庭も持つこともすごく夢見てるところもあるんじゃないかな。たとえお子さんにこだわらなかったとしても、あなたと一生のパートナーとしてこれから末永く2人の絆を紡いでいきたいっていうのがお相手からのメッセージで入ってきています。かなり純粋ですね。人前で愛情表現することもこのお相手は全然気にしない、もうスマートにやってくださるんじゃないかな。時には音楽を奏でて愛を告げたりとか、時には、一緒にお散歩している時に口づけをしたりだとか、寒い冬でもあなたを抱いて、そして楽しくお話ししていったりとか、いろんな季節を過ごしていきたい、春夏秋冬過ごしていきたい、楽しくやっていきたいね。だからもう年を通して年中年中ちょっと待って、今すごくロマンチックなことを言いたかったのに、年中やっていたいねっていうワードも入ってくるから、どっちもなんだよな。上品なことも言ってくれるんだけど、年中くっついていたいねっていうのも入ってくるから、どっちもやっぱりあるっていう感じなんですよ。それ聞こうかな実はどっちもありますよね。スマートに見せたい自分と、実は野獣のような自分と両方あるんじゃないんですかっていう下心結構あるんじゃないんですか。ありますよね。絶対そんなこと誓ってありませんって言ってます。ないんですね。ないんですね。それは今言うのが恥ずかしいっていうことですか？ここで言いたくないっていうことですか？もっと聞いてください。深掘りして聞いてっていう風に言ってる。深掘りしろって言われた。深掘りしろって言われた。むっつり確定でいいのかな？見せたくないっていうこと？あなたには知られたくない、実はこの上品な自分のままでいたいけど心の中すごくむっつりしてますよってことを知られたくないっていうことかな。青が多いんですけど、お相手ムーントニック、スターダストの次はムーン、月のカードが来ていますよ。さっきもここであなたに求めてるところに月のカード出てきてるんですけど、2枚どっちも青色系のカードが入ってます。まずはユニバーサルスタール、枠を外したいっていう風に出てきていますね。あらゆるスタイルで、
フリーのスタイルでね、あなたに望んでいきたい、お相手の今枠があるんでしょうね。やはりこう自分の、本性というか、本能的なところですよね。理性と本能どっちもあって、こういつもはこう理性的なものでちゃんとねガードしてて、その枠の中で、あとは自分の妄想の中で収まってはいるんだけれども、でも実際頭の中むっつりですよねっていう風に言われると、ノーって違うっていう風に出てくるんですよ。絶対違うからって。だけどそれはあなたには知られたくないんですかって言ったら、奥底まで入ってきていいよっていうので聞いていくと、自分のね枠とかこだわりを抜けてフリーなスタイルであなたに向かっていきたいっていうのも出てきていますし、そしてあとは自己反省してるっていうのが出てくるんですよ。多分ね、自分の妄想の中でいろんなこと考えていて、それで自分一人で星屑のシャワーとかを降らせたりとかしていて、そこについてねちょっと後悔していたりとか、後悔というかね、何なのよくわからんだけど、なんだろうな、なんて言ったらいいのかな。一人でいたしたこともあります。申し訳ありません。あなたのことを考えて夢中になって一人でシャワーしていました。申し訳ありませんっていうところも実はあるんだっていうふうに、だからその後悔も全て栄養にして二人の絆を深めていきたいねっていうふうに出てきている。すごいですね。はい、そうです。自分一人であなたのことを想像して、妄想してね、カップの7番出てたからいろいろ妄想して、そこで浴場したりとか気持ちが高ぶったりとかして、星屑がたくさん流星群のように出てきてしまったこともある。あなたがいない時に実はそういうことがあって、少しそれで自分を反省して戒めてるところがあるんだけど、それも栄養の一つとして受け取ってくれると嬉しいなっていうところが入ってきています。面白いね、このお相手ね。ただ純粋にあなたとこれからも一緒にいたいとか、これからもう家族のように末永くパートナーとしてこれからもずっと一緒にやっていきたいっていう、やっていきたい、暮らしていきたい、あなたと一緒に暮らしていきたい、共に暮らしていきたいっていうのが入ってきています。純粋に子供のようにあなたに甘えるのも好きなんじゃないかなと思いました。お相手からのフリートークもらっていきました。ロマンチックなことも言ってくれるんですけど、でもイメージ的に入ってくるのがちょっとむっつりも入ってるんじゃないかなっていうところもありました。1番をお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。今回は夜のちぎりについて見ていきました。今これリーディングしていったんですが、ここにあなたの想像力をプラスしていただいてお楽しみいただけたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりについて見ていきます。夜のちぎりというのは、夜お相手と約束を交わす時のことを今回リーディングしていきます。続編として今攻防戦についてやっていますので、今回はお相手があなたのお城を攻めるとき、あなたはどのように守っていくのかっていうのをもらっていきます。ということでよろしくお願いします。今回あまりにも作業場が暑いので空調の効いたお部屋に移動しております。いつもと撮影環境が違うので、価格だったりちょっとカメラがねいつもよりも高いところにあるのでカードが小さく感じるかもしれません。なるべく見やすいように工夫してやっていきます。ではもらっていきましょう。今回お相手のデッキはこちら使っていきます。まずはお相手があなたに攻め込みたいなって思う時どんな時なのとか、そういう時にどんな風になっていくのっていうシチュエーションとかももらっていきます。カード何枚か出していきましょう。まずはお相手について、今攻めたいなと思う時、どんなことしてる時とか具体的にもらえたらいいなと思っております。どうでしょう。お相手教えてください。もちろんね、今ちぎりの関係じゃないですよって方でも妄想としてご覧いただくことができますので、ご自由にご活用ください。まずワンドの7番が出ています。そしてもうちょっとね、具体的にワンドの10です。まず旅なんですよね。このカードのワンドっていうのが旅をしてるんです。そしてどんな時にまず
今攻めたいなと思うかっていうと、あなたに会った瞬間なんじゃないかなっていうのがありますね。電車に乗ってきたあなたを抱きかかえるお相手は久しぶりとか、久しぶりのデートだとか、そういう瞬間からもうすでに戦いの火蓋が切られているっていう風にお相手のやる気、情熱っていうのが出てきています。あなたを受け止めた時っていうのがありますし、会った瞬間もそうだよっていう風にも入ってくるかなと思います。で、どんな風にじゃあ実際ね攻めていくのかなっていう風に出てくると、ワンドの10なんですけど、でもこれ絵柄的にちょっと見えづらいんですよね。見えないところに入っていく気がするんですよ。どんな風に攻めていくのかって言ったら、人気のないところに行くんじゃないかな実際にっていうのが入ってきています。なんか今リーディングしている私の目に捉えられないぐらいの速さで2人がいなくなってしまったみたいな風に感じる、瞬間移動しちゃったっていう風に感じるので、ちょっとそこをね雲隠れしてしまって教えてくれないような気がするから、もう1枚カードをもらいたいんですけど、このタロットじゃなくて違うカードからもらっていきます。じゃあノルマンからもらっていきましょう。お相手に質問です。具体的にあなたをお誘いする時のシチュエーションだったり、何かね分かることがあれば教えてください。ふっといなくなってしまうような感じがするので、あなたを抱きかかえた瞬間もうすぐに瞬間移動するような感じがするんですよ。もうちょっと聞いていきましょうか。こちらレター、ロマンチックレターだ。なんかすっごくたくさん手紙後ろに散らばっていません？これだけ会いたいっていう気持ちを募らせてきたんだよとか、会いたい気持ちだけじゃなくてね、いろんな細胞的にいろんなものが積み重なってきて、なんかねたまりたまって積もってきたものがあるんだよっていう風にも出てくるような気がするし、どうかな。雲隠れだ。やっぱり雲隠れであんまり教えてくれないミステリアスな感じがしますね。本心も風にして出してくれていない。だけどすごくいっぱい秘めてるんだよっていう感じで、秘め事を見せてくれないっていうかね。でも今回秘め事を教えてくださいっていう感じで聞きたいから暴いていきたいんだけども、見せてくれないミステリアスな方っていうところあります？なんかお相手から攻めてくる時ってつかみどころないような瞬間でやってきたりとか、今なのっていう瞬間にやってくるようなこともあるのかなと思えば、期待していた通りのタイミングでやってこなかったりとかっていうところもあるのかな。なんか秘めてる感じとか、あと雲隠れっていうのが入ってくるので、もしかしたらあんまり人前に見せたくない、人前というかね、占ってる私にもそうだし、いろんな人に自分たちの秘め事を見せたくないのかなっていう感じもするんだけど、どうなんでしょうね。でもね深掘りしていきますよ。まずはっきりと聞きましょう。秘め事は2人だけの間に収めておきたいタイプですか？イエスオアノー。秘めておきたいタイプなのか、秘めておきたいタイプなのか、深掘りしなさいって言ってるので、そんなすぐには本心言わないよっていう風に出てくるんですね。これはもう私の心の中をどんどんと深掘りしてって聞いてくださいって。じゃあ深掘りしたら逆に教えてくれるっていうことなんだっていう風に捉えていきますよ。いいんですかお相手。はい、ということで深掘りどんどんとしていこう。そうですね、何からもらっていこうかな。じゃあオラクルからもらっていきましょうか。お相手の深い心の中っていうのを教えてください。まずオラクル1枚もらって、タロットでももらっていこうかな。ちょっとなんか深掘りしろって言われたのでね、初っ端から、深掘りしろということで、実際どんな攻め方するんですかってところですよね。そしてそれはみんなにあまり言いたくない、だけど深掘りしたら教えてくれるっていうところで、自分を解放すること、流れに任せて、そして空と時と共に流れるように自然な変化を信頼しようっていうカードが出てきています。なんか自分を解放して流れに身を任せる。確かにね、雲も
風の流れとか時の流れによって形を変えていくものでもある。何かね、自然の変化を受け入れたい。流れっていうワードが入ってきています。ではタロットから深掘りしていきましょうね。深掘りしてもらっていこう。本心を尋ねていきますよ。申し訳ありません。お伝えするの忘れた。今回タロットカードすべて正位置で見ていきます。お相手の本心について追求していきましょう。ソードの7番。はい。ペンタクル7番。カップの9番。やだってねえ、奥底まで登っていったら、登り詰めていったら、突き止めていったら、なんか姫事にしたいんでしょうね。本当はね、あんまりこう人前でというか他の人に教えたくないことなんだっていう風に。じゃあ何、奥の必殺技とか持ってるのかな。その方のその心の奥底だったりとか、本能的な部分に潜っていこう、深層心理まで深く潜っていこうと思うんだったら、かなりこれ距離ありますよっていう風に出てきていますね。私の奥底まで頑張ってきてね、たどり着いてきてねっていう風に私が言われているような気がするし、そして7番のカードが2枚入ってきています。一つの周期っていう風な、一つのサイクルですねっていうのを表しているカードですね。目標に向かって努力を重ねる結果の数字でもあるので、一つのサイクルね、そのことが終わるまではあまり邪魔されたくないのかなっていう感じがしますね。そのお相手とあなただけの時間を、密な時間をね、誰にも知られたくないし、言いたくないし、終わるまではね、そっとしといてほしいなっていう風にも出てきています。どこか占っている私を突き放すようなところもあるんだけど、奥底まで入ってくる、来れるもんなら来てごらんみたいな挑発されてるような気がしていきましたはい、ただ流れに身を任せてるっていうところもあるし、本当の最後に出したカードっていうのがカップの9、ウィッシュカードって言われてるカードですね。あなたをぎゅっと抱きしめている、ハグしている、これがこのお相手の深層心理、一番奥底に入ってきていますね。お相手の強い望みっていうのがここにあります。もうちょっとね、あなたのカードを出していけばわかると思うんですが、お相手の言いたいことっていうのももうちょっとね、後でもらっていきます。先にまずあなたの方を出していきましょう。まずあなたが、お相手が攻めてきた時にどんな反応をするのか、そしてお相手が実際どんな反応をあなたに望んでいるのかっていう2つをもらっていきます。あなたから見てもお相手ってわからないなと思うことありますか？それかあなた以外の人には見せたくないのかというところがあります。では実際のあなたの反応として、カップの9入ってるんですけどね、相思相愛のカード2人一緒、同じカード出てますよ。お相手の奥底までのカードとあなたの実際の反応っていうのが同じカード。そしてお相手が望んでいる反応を見なくてもいいと思うんですよ。これ実際の反応を見ないままでももう十分2人のなんて言うんだろうな、本能的な部分もそうだし、あなたの反応的にも一緒なんですよ。合致してるの。あなたの反応すごく好みだっていう風にお相手が言ってるから、掴んで離したくない、だから誰にも見せたくないっていうところがあるのかな。自分だけのものにしたいっていうところがあるし、今それをあまり公に言ってほしくないなって、公っていうのはこの YouTube の中でね、あまり暴いてほしくないなっていうところがあるんじゃないかな。あなたの反応がすごくいいっていう風に出てきている。お相手が攻め込んだ時のあなたの守り方とか、反応の仕方だったり対応の仕方っていうのが素晴らしい、自分と合致しているっていう風にお相手が言ってくれています。あなたのパワードももらっていきましょう。あとね、お相手のパワードももらっていきます。
ちぎりのパワードですね。どっちが強い弱いとか、そういうバランス、見ていこうかなと思っています。まずはお相手から出して、次にあなたです。まずこれがお相手、そしてあなたがこちらですね。はい、もらっていきましょう。はい、お相手、今興味あること、流行りを取り入れてみたいっていうふうに言ってますね。必要な時に必要なひらめきとかインスピレーションっていうのが生まれてきて弾けていくっていうのがお相手のパワードとして入ってるから、流行ってあるのかなわからない。なんだろう、2人の間の流行りとかもあるんでしょうかね。その新鮮な弾ける炭酸のようなものをお相手は組み込んでいきたいっていうのでできていますね。いろんなこと取り入れていきたいんだっていうのがパワードとして入っています。で、あなたの方があなたも炭酸ですね。現世的な楽しみを自分に許そう。現実の栄養となる。弾けるみかんのように様々なこと、いろんなことしよう。お互いいろんなことしようっていう風に出てきてるんですね。あなたなんかショッピング、ファッション、グルメ、ゲーム、レジャーしようっていう風に出てるので、何かね、2人の刺激的になるようなものを買い込んだり、買ったりとか、それはたまにファッションとしてね、現れてくるコスプレかな。あとグルメっていうのもあるので、食べ物を使うのかもしれない。あとゲームも入ってくるかもしれないし、いろんなやり方をお互い刺激的なことを求め合っているような、お互いでも共通してるんですよね。いろんなこと、新しいこととか流行りのものを取り入れたいなっていうお相手に対して、あなたも炭酸いっぱいですよっていうね、もう弾ける強炭酸っていう、ね、今日のワードにしていきましょう。2人とも弾けるパワーっていうのがね、共通ワードでパワーワードとしてもらっていきます。そういう意味ではお互い刺激的なものを常に取り入れているので、相性がいいところもあると思いますね。ね、重ねていきましょう。2人の願いが合致してる、理想が一緒だし、求めているものとか取り入れたいものとかっていうのも似ているので、いいんじゃないかなと思います。はい、弾けるレモンは弾けるレモンの香りっていうワードで今ピンとくる方はね、その答えをコメントに書いてください。弾けるレモンの香り2番の方ということで、では次行きましょう。じゃあお相手の責める喜び聞いていきましょう。深掘りしてってねっていう風に言ってるので、どんどんと深掘りしていきます。お相手が自分がね責めていく時のどんなところに、嬉しさだったり喜びを見つけていってるのかっていうのを学んでいきます。教えてくれるといいなと思ってるんですけど、もしかしたらお相手は手紙を持ってるので、メールとかであなたにその自分の熱いお気持ちっていうのを伝えたりとかするのかもしれません。ペンタクル8が入ってきています。あなたが喜んでくれるのがすごく嬉しい。自分が責めていくこと、これね、毎日コツコツ積み重ねていくっていうね、努力のカードなんですよね。お相手がコツコツっていうワードも入ってくるね。はい。自分がまめに連絡したりとか、まめにいろんなことをいろんなサービスを行っていくことであなたが喜んでくれる。これが今自分が責める喜びなんですっていうのがズバッと入ってきたので、ここでいいかなと思います。そしてあとはそうですね、あなたのことももらっていきましょう。じゃあ、あなたがお相手に責められることで、どんな喜びを感じるのか。共通点が多いので、お二人がなので、あなたがいいなと思ってることはお相手もいいなって思ってくれてると思います。はい。で、単純にあなたを担いでね、背中に乗せて、川を登ったりとか、川渡りしたりとか、自分が歩いてるしっかりした土台、自分持ってますよっていうところにすごく自分が喜び感じるっていう風に出てきています。あなたはお相手に責められて、ソードのページさんが
私はお相手のことをすごくよく観察していますよっていうのが入ってきています。お相手がね攻めてくるとき、あなたの後ろに攻めようとしているとき、あなたは遠くからやってくるなっていうのを察知するんですって。察知能力に優れています私っていうのがある。だから来るなっていう風に察して、じゃあどうするんですかってところでいろいろ作戦練るんだって出てきてますけども、でもワンドのエースが入ってるから、来たなって思った瞬間、あなたの心にぼっと火がつくんですって。よし戦闘態勢開始じゃみたいな感じで、よしいつでも、ね、対応できますよっていう風にあなたの心に火がつく。心だけじゃなくていろんなね体的な部分で反応しますよ。察知能力に優れていて、すぐ感じてすぐ察して、そしてすぐ反応して湧き上がってくるものがたくさんありますよっていうのがあなたです。はい、ちょっとキャンドルを補充します。それではお相手の攻める意気込みについてトランプからもらっていきましょう。絵柄でもらっていきます。お相手の本心、攻める時の心の中の声教えてください。そして続けてあなたにも聞いていきます。攻められる時のあなたの本心です。まずはお相手から。お相手はこちらです。はい、あなたの方はこちらです。びっくりしてるし、お互いなんかお相手はすごくねパワーがあるっていう感じですね。ヒーローみたいな感じでね入ってきてますね。力強いですね。自分のこのたくましさってところで、そして意気込みについてのこのパワーのあるカードなので、すっごく意気込みありますよっていうのが入ってきていますし、であなたの方がちょっと面白いのよねこれね。受ける側のあなたとしては、これなんかカクテルかな、飲み干そうとしてるんですよね。そのすごい目をねかっぴらいて、だからめちゃくちゃお相手のことを見てるんだと思います。このソードのページ3っていうのも、周りをよく見るっていうカード、察知するとか洞察力が鋭いっていうカードでも意味でもあるので、よくよく見て、目をね開いてみて、ちゃんとお相手のことを凝視してるというかね、じっくりと見て、そしてこの色気のある唇、これでもうお相手のエネルギーを飲み込んでいきますっていう勢いもありますね。はい、強い強いっていうのがあるかな。ではね、じゃあここで次に行きましょう。ではお相手の匠の技について聞いていきましょう。この方、自分の、自慢できる技を教えてください。ここが自分の魅力ですとか、こういうところが僕の必殺技なんですとかっていうところをもらっていきます。僕だけではなくて私かもしれませんし、性別問わず今見ていますので、必殺技を教えてください。はい、もらっていきます。ワンドの3番が入っていますね。なんかすごくいろんなね、あの手この手を尽くしてあなたに尽くしたい、たくさん愛情表現したいっていうのが入ってくる。まめにとかそうだな、なんだろう、本戦に入る前の、予選、決勝戦に行く前の予選の段階からもう丁寧にこなしていくのが自分の強みだったり、あとはそうだな、決勝戦に行くまでの間っていうのをいろんな攻め方するのがもう強みですよっていう感じで入ってくる。だからさっきのこの、いろんなその流行りのものを取り入れていくのが好き、新しいものを取り入れていくのが好きっていうのがあるので、いかに自分のやり方であなたを飽きさせないかっていうところが自分の強みですよっていう風に入ってきますね。でもすごい愛を持ってあなたに接してくれているので、いいね、気配りができるというかね、細かいところまでね動けるというところがいいかなと思います。ではそれに対してあなたはどう思っていますかっていうところをもらっていきます。そしてお相手が望んでいるあなたの反応っていうのももらっていきましょう。実際あなたは内心このお相手の技についてどう思っていますかっていうところ、あなたの反応を見るの好きなんじゃないかな、お相手は。はい、では実際のあなたの反応としてまたページ3ですね。ワンドのページ3です。なんかね、ここから今感じるのが、
お相手より私の方が経験不足なんじゃないかなっていうのがちょっと不安材料としてあなたの中では入ってきているんですね。だけどこれからどんどんと成長していく気持ちがあるっていうのが出てきています。まだ今は、お相手のことを全部、攻略できていないのか、それともあなたの経験値的にまだお相手のレベルと一緒じゃないのかなってあなたが思っているのか。だけど2人のバランスってすごく取れてるので、そこは不安になることはないんですけど、そういうところでちょっと不安になるところはあるんだけど、すごくワクワクするっていうのも入ってきています。自分のこの反応の仕方で合ってるかなっていう不安と、すごくワクワクするよっていうお気持ちも両方ありますね。ではお相手が望んでいるあなたの反応について続けてもらっていきます。お相手が望んでいるあなたの反応としてソードの3番が入ってます。ここは深掘りしていこうかな。警戒してるんですかね。悪魔のカードも入ってきています。ちょっとこれは深掘りしていきたい。お相手が望んでいるあなたの反応、警戒しています。あなたが警戒してるっていうのは自分を開放的になれないようなところもあったりとか、自己表現、あなたが自分でね性に対する表現を、恥ずかしいとかっていうところもあるのかもしれないし、少し周りのことを気にしていたり警戒したりとかするところもあるので、周りだけではなくてだからそういう意味でお相手がすごく気遣ってるのかな、最初お相手が見せてくれないのかなと思ったんですけど、あなたのことを考えてあえてそうしているのかもしれません。あなたを守る意味でね、そうしてるのかも。もっと本能的になってほしいなっていうお気持ちもあるんですって。お相手の方から見て言えばね、あなたに対する期待願いとしてはどんな反応してほしいのかっていうところだと、もっと自分の心の本能なままに感じてもらってもいいし、動いてもらってもいいし、2人の時間においてもうとことん甘えてきてもいいよとか、そうですね、わがまま言ってもいいよっていう風に出てきているんですね。何かあなたが身体的なこととかお気持ち的なこととかで不安材料があるんだったら、そこについてお相手はカバーしてくれるんじゃないかなと思います。ちょっとお相手のやつ1枚もらいましょう。すごくね尽くしてくれるカードが入ってるから、あなたのその痛みを取り除いていきますよっていうカードですね。あなたの方に何か不安材料があるのかもしれません。ここに対してお相手がどんな風にカバーしてくれるのかもらっていきますね。はい、ペンタクル10、いいですね。はい、そしてワンドの5番、いいですね。いろんな表情のあなたを見せてっていう感じで入ってきています。そして、お相手が自分がねほどいていくから、あなたの鎧をほどいていくから、和らげていくから、丁寧にね一つ一つね、やっぱ決勝戦に行くまでのこの予選の間、本戦に行くまでの間に丁寧にあなたの心と体をほぐしていくからねっていうね、至れり尽くせりのカードが入っていますから、安心してそのまま身をね任せてもらってもいいし、いろんなあなたの表情が見たい、いろんな表情を見せてくれたらご褒美をあげるよみたいな、もっといいことできるよみたいな感じで入ってきていますね。お相手がすごくあなたのことを愛してるんだろうなっていうのが入ってきています。ではそうですね、ここでオラクル1枚挟んでいきましょうか。一番最初の段階で2人のお気持ち揃ってるっていう風に出てきてるので、だからもし今あなたが何か不安に感じるとか、あとはね自分の心身のことに対して不安材料を抱えているとしても、そこ全く問題ないよって。そしてお相手からのメッセージとして、あなたの枠とかこだわりを外してみて、そしてあなたらしさを抑えないで本能なままに動いてもいいよっていう風に出てきています。自由なやり方、いろんなスタイルがあるから、
自分はここがダメなんだとか、こういうところを見せたくないなとか、そういうところに、あえて自分を囲わなくてもいいのよっていう風にお相手からのメッセージ入っています。自由に表現しても OK っていう風に入っていますね。はい、では、必殺技について見ていったので、お相手のね、匠の技っていうのももらっています。かなり、尽くしてくれるんじゃないかなっていうのが入ってきていますので、なんかね、お相手あまり見せてくれないのかなって聞くと、深く聞いてねっていう風に出てきているので、じゃああなたのことを守りたいっていうお気持ちも結構ね見えてきていますので、優しい方なのかなと思いました。はい、そしてね、あなたを抱きしめたいっていう思いもありますし、では最後にお相手からのメッセージもらっていきましょう。でもその前にちょっとね引っかかってるので、あなたのなんか不安に思ってること何かあるんだったらレノルマンからもらっていきましょうか。なんだろうな、自分の衝動を抑え込んじゃうところがあるんでしょうか。あんまり大胆になるのがどうなのか、いかがなものなのかっていうふうに自分自身思っているところがあるのでしょうか。でもいろいろなんかね、買い物したりファッションやグルメとかで楽しんでいきたいっていう好奇心旺盛のあなたがいるので、それそのまま見せてくれれば2人すごく弾けていくよねって、弾けるレモンの香りですよ。そして棺のカードが出ています。あなたの中で何か終わらせたいとか、終わることに対して不安に感じていたり、ね、最後まで到達することにあたって不安に感じることがあったり、あとはもう棺っていうね枠の中に自分自身入ってる、閉じ込めてしまっているから、そこの中から抜け出すまでに時間がかかる。つまりなんかコンプレックスがあるとか、その狭いところの中にあえて自分を閉じ込めていて、自分のやりたいことをなかなか言えない、伝えていけないとかっていうところもあるかもしれない。でも本当はその枠からはみ出るぐらいの大きなものだったり、大きなお気持ちだったり、湧き上がってくる情熱っていうのをあなたは持ってますよねっていうのがここで入ってきています。あなたの不安なんですか？自分にコンプレックスがあるのか、あとはそのね、本当は思ったように表現していきたいんだけど、うまく表現できないことについて考えているのか、何かしらこの自分の中囲いに覆っていませんかっていうところが入ってきていますね。では最後にね、お相手からのメッセージもらっていきましょう。フリートークもらっていきます。ラバーズオラクル、こちらからももらっていきましょう。ちょっとハートなのでね、シャッフルしづらいところはあります、正直。よし。はい、でもなんかね、そしてオラクルももらっていきましょう。もうなんかフリーダムって自由でっていう風に入っていますね。あなたらしくいてねとか、あなたの感情を押し込める必要ないよっていう風に、かわいいピンクのカードが入っている。まず他にもねカードを出していくんですけど、もうすでにここでお相手からのメッセージっていうのが出てきています。あなたの感じる感情だったり感じ方だったり、それはあなたにしかない魅力だから、それを大切にしてっていう風に入ってきてるかなと思います。はい、あなたの心の中に眠っている情熱とかお気持ち、そしてお相手への愛情っていうのを自由に解放してねっていうのがメッセージとして入っています。もう感じる通り感じてほしいっていうのがストレートに入ってきていますね。いいね、なんかこう虹がかかってるので素晴らしい、素敵。感じる通りいればいい。そして目を閉じて感じて、いろいろ見たりとかね、なんかこう目を開いてみたりとか、何かこうあなたが真実を見ようとか、その目に見えるものだけが全てじゃないよっていう風にお相手からのメッセージで入ってきています。目を閉じても感じるところありませんかっていうね、そこに注目してね。目に見えることだけが全てじゃないよっていうのも出てきていますし、あとはケアのカードが入っています。自分を大切にして優しくケアしてね。
お姫様のように甘やかせてあげるからっていう風にお相手のメッセージが入っています。もちろんあなた自身が自分自身を甘やかせてもいいよって、もっとなんかねこう人間の本能というか、あなたの心の中の小悪魔ちゃんの声に従って今回ちぎりはねうまくかわしてもいいんだよっていう風に入っていますし、その他からもメッセージもらっていきますね。あとはルノルマンとお相手のタロットからもらっていこうかなと思います。そして今回ちょっとあなたのタロットからもメッセージをもらっていきます。はい、優しいですね。お相手あなたが一番っていう風に入ってきています。そしてあなたのタロットからももらっていきましょう。かなりお姫様扱いしてくれる、守ってくれるっていう感じが大きいですね。で最初それが見抜けなかったんですね、私。だからもしかしたらそのお相手は人から誤解されるようなこともあるのかもしれません。そのね、他の人にはわからないお相手の魅力をあなただけが知っているとかで、恋人になって初めて知る魅力っていうのもあるのかもしれない。あとはあなたとお相手だけの秘密っていうのもあるかもね。運命の輪入ってますね。いいですね。あなたが今変わる時がやってきてるんじゃない？主役はあなただよっていう風に入ってきています。はい。で今ねちぎりで見てるから、恋愛どうなるとかじゃないんだけど、今ちぎりに対してあなたが何か負い目を感じていたり、いや自分まだまだなんですとか、ここちょっと足りないんじゃないかなって思ってるところっていうのを、もしあなたがそれを感じてるんだったら、それを今変えるタイミングがやってきてるし、そのお相手が変えてくれる、あなたの価値観とかをまるっきりこうひっくり返してくれるようなお相手だよって。だって2人はカップの9でお互いの理想がね揃っているしって、これちょっと待ってください。これすごくない？すごくない？あなたとお相手のタロットカードでそれぞれ同じ運命の輪が出てきてるの。2人が運命の輪に今乗ってるっていうのが入ってきてるの。これ2人が揃ってるってことは、お互いにとって今こう転機だったり、2人が巡り合うべきして巡り合ったんだってことなんじゃない？それをすごく強くお相手が言ってくれてるんじゃないかな。そしてここにもねカップの9っていう、ウィッシュカードっていうのがお互いそれぞれ出てきていますし、そしてあとこのねオラクルカードもお互いこう言ってること同じようなことなんですね。新しいこと取り入れたりとか、いろんなこと楽しんでいきたいっていうお二人の気持ちも揃ってるし、で2人の理想願いが叶うカード、そして時は来たって、時は今だよっていうカードも入ってるので、これがね今こうまだちぎっていませんっていう関係性だとしたら、もうすぐ間もなく2人は結ばれていくんじゃないかなってことももちろん言えるし、今こうちぎってる関係、恋人同士なんですって方だったら、もうお相手はあなたに夢中だよってことを強く言いたいんだと思う。お相手の気持ち、心の中はもうあなたでいっぱいっていうのが入ってきていますよ。はい、そうですね。お相手側のメッセージとして、もうなんかお相手はあなたのことを運命の方っていうふうに思っていると思います。はい、もうご縁の深い方っていうことですよね。体の相性だけじゃなくて心の相性もいいんじゃないっていうふうにお相手が感じているし、あなたのためにいろいろと優しくしてあげたい、ケアしていきたいっていうねカードが入っているんですね。お姫様扱いしたい、お姫様、あなたが男性であるね、あなたに愛を注いでいきたいっていうお相手の深い懐の広さっていうところも感じました。そしてフィーリングっていうところですね。形にこだわらないでとか、外見や形とか、なんか目に見える数字だったりね、そういうものにとらわれないで、感じるままに目を閉じて感じることに全てのエネルギーが詰まっているよっていうお相手からのメッセージも入っていましたね。すごいですね。いやということでね、弾ける香り、弾けるレモンの香りっていうワードをコメントに入れてください。2番をお選びいただいた方、または2人は運命に導かれている、このワードでもいいですよ。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりについて見ていきます。夜お相手と約束する時の様子っていうのをもらっていきます。今回は続編として今攻防戦についてリーディングしていますので、今回はお相手が攻める時、あなたがそれを受け止める時、どんな展開になっていくのかっていうのをもらっていきます。こんなところに2番の数字が申し訳ありません。はい、では3番の方見ていきましょう。よろしくお願いします。どんな関係性の方でもご覧いただけます。まだ恋人じゃないよ、まだ体の関係じゃないよっていう方でももちろん全然構いません。あとはあなたの豊かな想像力を足していただいて、思う存分にお楽しみいただけたらなと思います。ではまずこちらのカードがお相手のデッキです。でこの、デッキはすべて正位置で見ていきます。まずはお相手がそわそわするときというかね、あなたを見てなんかこうちぎりたいなって思う時とか、あとどんなシチュエーションがあるのかとか、実際どんな風に動いてきてくれるのかなっていうところをもらっていきます。ではもらいましょう。この3番の方3枚っていう感じがします。3枚もらっていきましょう。なんかね、尽くしてくれるっていうのがすごく入ってくるかな。そしてそうですね、もちろんねタロットの意味ももちろん取っていくんですけど、絵柄もね取っていきたいなと思っています。この方かなり尽くしてくれる方なんじゃないんですか。そして収入もあるような気がします。収入、地位があるとか、名高いところにいらっしゃるとかっていうのも入ってきます。あなたにいろいろ尽くしてくれる気持ちだけじゃなくて、物とかプレゼントをしてくれるっていうのも入ってきますし、サービス精神が旺盛っていうのもあります。贈り物とかも好きなんじゃないかなって思うんですよね。あなたに触れているのももちろん好きなんですけど、喜ぶ顔が好き、あなたの身の回りのことをねいろいろしてあげることが好きだから、本当に尽くし系っていうのが入ってきます。尽くすのが好きですっていう感じですね。それであなたに尽くすことで自分の喜びを見出していたりとか、あなたが喜んでいる顔を見てあなたからの愛情を確認したりとかっていうところもあると思います。それで自分自身が安心したりとか。だけど一方ではやきもち焼きな面もあると思います、この方。なんかあなたが他の異性とお話ししていたりとかっていうところを見ると、少しもやっとするんじゃないかなっていうところはあります。嫉妬深い方っていうのはありますが、でも尽くすよっていう風に出てきていて、じゃあどういう時にあなたのお城に攻めていきたいのかっていうと、やはりあなたの笑顔を見ている時だったり、あなたに触れている時、そしてあなたの肌が少し見えている時っていうのが入ってきています。ちょっとねちらっと何かあなたの素肌が見えた瞬間になんか湧き立ってくるものがあるよっていうのが入ってますね。ではこの湧き立ってくる時のお相手の本心、心の中ってどんな感じっていうのを見てもらっていきます。そして実際にどんな風に攻めていくのかっていうと、一つ一つ丁寧にあなたを剥がしていくんじゃないかなと思います。身も心も衣もなんか2枚出てきているので、これもらっていきましょう。わーすごい、ブッチュリンコカード今回初めて出た2枚出てるんですけど、お相手の心の中として、これなんだろう、これあなたのサイズがサイズって書いてるからしょうがないよね。サイズが、ちょうどいいって言ってるのかな。あなたのサイズあなたの触り心地だったり、触れた時のね感覚だったりとか、あとはなんかねサイズって言ってるので大きさとか形とかっていうのもあると思うんですけど、それがすごくいいよっていう風に出てくると思います。そこから湧き上がってくるものがあるんだって。そして本心ね、心の中っていうのはもうブッチュリンコカードが出てるので、かなり濃厚なラブラブっていうのがね、お相手の心の中っていうのが入ってますよ。ではこれがあなたのデッキです。であなたの方から
お相手があなたのところに攻めてきた時、求められた時のあなたの対応を見ていきます。対応力、そしてお相手が望むあなたの対応反応っていうところももらっていきます。もちろんこちらのカードも正位置採用です。はい、ということでまずはあなたの実際ね、お相手がなんかね、脱がせてくるような感じがするんですよね。丁寧にっていう感じがするので、そこに対してあなたの反応です。いいですね。ペンタクル9番、もう愛される喜びっていうことです。尽くしてもらっているカードだからお相手の愛を感じているし、でもちろん物質的に援助してもらってるっていう意味でもあるので、実りのカードですよね。お相手から実りをもらっている、豊かな果物とか果実とか報酬を受け取っている。で、報酬っていうのはプレゼントや高価なものだけではなくて、お気持ち、愛情とかね、計り知れないものを多く受け取っています。私は愛されていますって、そういう喜びのカードですね。はい、素晴らしい。あなたの反応、好反応で、お相手が求める反応っていうのも、でもな、ここ相思相愛っていう感じなんですよ。尽くしたい側と尽くされて喜ぶっていうあなたの姿が見えるので、これはね、いいと思います。なのであなたのところもトランプを出していきましょう。お相手があなたに求めてきてくれている時のあなたの心の中の声っていうのをもらっていきます。これはね、ここでいい気がする。はい、回っていきましょう。ワンドの3番、クローバーの3番ですね。だけど、なんかね、ちょっと泣いているカードも出てるんですよ。なので、なぜ涙を流しているのかなってところで、もう1枚もらいましょうか。なぜ涙を流している。それは一体どんな涙なのか。心の中の何でしょうか。はい、もらっていきましょう。これあれだ、ジョーカーに近いってかジョーカーのカードですね。ちょっとジョーカーが出てくると、これはちょっと待ってくださいね。カードを変えるっていうことなので、ちょっと他のカードからもらっていきたいと思います。今ルノルマンからあなたのその涙の訳というかね、本心をもう少し深掘りさせてください。自由になれないのかな。ちょっと自由になりたいな。可能性としては2つあります。1つはあなたがお相手と一緒にいる以外のところであなたが束縛を受けてる、つまり環境的に厳しいとか、なかなかお相手に会えなくてもどかしいとか、そういう思いを抱えているのか。で、もう1つはお相手からの束縛を受けているっていう可能性もあります。身動きが取れないほどお相手が攻めてくるっていう感じ。もうちょっと深掘りしていきましょう。あなたのカードが出てきている。なんか自分の心の中の問題っていう、クローバーびっくりした一瞬ね、紳士のカードに見えたけど、クローバーのカード、でもあなたとお相手の2人だけの時間についてっていう風にあなたの本心の中で言ってます。毎日会いたいなとか思っていませんか、お相手に。あとはお相手があなたにしてくれてることをすごくあなたは満足しているし幸せだっていうのも入ってきているんですね。連絡くれるだけでもすごく嬉しいんじゃないかな。ちぎることだけじゃなくてね、会話の一つ一つがすごく嬉しかったり、ささやかなことなんだけどそこから愛情を感じられるっていう風に出てきています。涙のわけっていうのがちょっとわからないんだけども、でもクローバー3番、ワンドの3番と一緒だから、もうちょっともらえますか。ワンドの7。なるほど。あなたが優位に立ちたいっていうお気持ちもある。だけどお相手からやっぱり愛される喜びっていうのは手放したくないっていうところが入ってきていますね。いっぱいいっぱい、攻めてきてもいいのよっていう風な余裕も感じられます。
ではお互いのちぎりのパワー度について見ていきましょう。お相手を出した後に続けてあなたももらっていきます。お二人のちぎりに対する強さとか、なんかね、力強さとか、そういうあたりをもらっていこうかなと思います。パワーバランス、二人のもらっていきましょう。まずはお相手です。お相手は、ビターベリー、悲しみも苦みも醍醐味の一つ、味わおう、ね、大人の色合いが出てきましたね。甘さ、香り、すべて、あとね、苦味とかっていうのもね、すべてね、大切で、それがちぎりにとっての醍醐味だよっていう大人ですね。カード出てきましたね。そしてあなたの方のパワードとしてはユニバーサル、はい、枠やこだわりを外したい、自分らしくいたいし、自分のやり方、スタイル、自由にやっていきたいんですっていうあなたがいます。それに対して大人の対応で受け入れてくれるお相手というような相性になっていますね。あなたはもう枠を超えて自由に表現していきたいんだ。だから制限をかけられているように感じている方もいるんじゃないかな。もう制限っていうのは先ほども言った通り2パターンあって、一つはお相手以外のところであなたが窮屈な思いをしているのか、なかなか会えないとかね。でもう一つはお相手からの束縛がもしかしたら激しい。あとはお相手が、ちぎり中にかなり拘束してくるようなタイプあなたが身動きを取れなくなる、反応しきれなくなるぐらい求めてきてくれるようなところもあるのかなと思います。たくさん突き上げてきてくれるようなカードも入っているので濃厚な感じですね。そういう意味で、その自由が利かない、いろんな意味でね、自由が利かないってこともあるかもしれないけど、ちぎってる最中はお相手との間ではね、自分らしくもう表現していきたいんだっていうあなたのスタイルっていうのが出てきています。はい、ではお相手の必殺技についてもらっていきましょう。ではお相手の必殺技を教えてください。どういうところを得意としていますか？ちょっとしつこいけど脱がせたりするのが得意なんじゃないかなっていうところはあります。好きなんじゃない？脱がせるのが。さりげなく触れたりとかね。はい、お相手の必殺技をもらっていきます。ソードのナイトさんですね。すごいもう目標に向かってまっしぐらっていうね、もうちょっとつ盲信みたいなカードが入ってきています。もちろんうまく立ち回っているんですけど、勢いもちゃんとある。自分の勢いとかスピードとか、速さねとか、そういうところも、自信ですよ。そして自分が動くことね、これナイトだから動きのあるカードなんですよ。自分が行動すること自体が、そのことにねもう全て自信持ってます。力強いですよ。迷いもありません。そして大胆でロマンチストでもありますっていうね、自分の自信、もう最短ルートであなたに向かっていきます。そしてね、天に召されていくためにも一心不乱に進んでいくんだっていう強い力っていうのを感じます。はい、ではその時のお相手のお気持ちっていうのをもらっていきましょう。トランプから、どんなことを考えてるっていうか、考えてるのかどうか、ちょっとこのソードのナイトさんからはちょっとわからないけど、でもソードのナイトさんはいろいろ考えてるカードでもあるし、同じくソードのナイトのカードが出ている。このスペードはソードなのでね、狙い撃ちっていう感じのカードが入ってきている。一撃必殺っていう感じですね。一つのパワーに全ての力を込めるっていうのが入ってきているかなと思います。ではそれを受け取る時のあなたの感想をもらっていきましょう。ではあなたの感想、お相手の必殺技を受けた時のあなたのまず第一声をもらっていきます。その後にお相手が望むあなたの反応、こんな反応をしてくれると嬉しいなっていうところをもらっていきます。2枚出てきているんですが、すごいですね。大アルカナでラバーズと力のカードと、ブッチュリンコ的なカードが出てきているので、これ一緒に出てきたからどうやって読もうか、もう1枚足そうかちょっと悩んだんですけど、この2枚でもらっていきましょう。
ブッチョリンコカードですね。やっぱり焼きもち焼き屋さんっていうところが少し入ってくるかなとは思います。誰にも取られたくない、あなたと一緒にいる時間、2人だけの時間をとっても大事にしているし、それをあまり他の人には見られたくないとか、自分だけのものにしておきたいっていうところはお相手のお気持ちだし、あなたの反応としてもそうですね。お相手をその勢いよくね、強く向かってくるお相手を手なずけている力のカード、強いライオン、強い獅子をね受け入れるこの女性の強さっていうところですね。あなたの性別が何であれ、そのお相手の勢い、ものすごい勢いでお相手が向かってきても、それを包み込むぐらいの深い愛情をあなたは持っていますよ。まずこれがあなたの第一声ですね。お相手、勢いよく向かってきた一撃必殺のお相手に対してのあなたの反応としては、私は全てを包み込みますっていうのが出てきています。そしてお相手が望むあなたの反応として、なんか自分だけを見ていてほしいっていう思いもあるし、自分の必殺技に対してねときめいてほしいっていうのも出てきています。ここかなり大きいかなっていう感じで出てきていますね。はい、ということで、ここね、このお相手の必殺技はすごく大きいものだと思うんですよ。衝撃的なもの、ものすごいものだから、ここの反応のところに大アルカナが出てきてるんだと思う。はい、ということで、トランプもらっていきましょう。あなたの心の中の声をトランプで表情を表してもらいましょう。3番の方、パワーワードはブッチョリンコですね。もしコメントくださる場合はブッチョリンコっていうワードを入れてください。苦味のあるブッチョリンコってことでしょうか。もしくはブッチョリンコ醍醐味。ではあなたのお気持ちはお互いね、手から、鉄砲銃を持っていて、それを握って離さないあなたと、もう自分の手から飛ばしてしまっているお相手と両方いるんですよ。その手に何かを持っている、クリッククリッククリックって求めてるのかな、あなたが。もっともっともっとみたいな感じで、いいわよいいわよいいわよ、もっと来なさいもっと来なさいって、一撃だけじゃないのよって。ただでもお相手は1個しか手から出していないからね、ボーンって火がついてるから、これだけですみたいな。あなたはもっともっともっとっていうね、クリックたくさんしてねっていう感じで入ってくるので、そのあたりはね、お互い話し合いながらバランス取っていただきたいなとは思うんですけど。ではここをね、聞いていきましょう。お相手一撃タイプですか？イエス早い、早いですね。早くイエスって出てきたから、早いのか正直な方なのかってところなんです。あなたはそれに対して満足されますか？実際ね、今関係性持っていないって方でも、実際関係持った時にイエスっていうお相手に対してあなたはどう思っていますか？ノー、足りないわって言ってますね。一発じゃ足りないわっていう風に出てきてるので、じゃあどういうことをしたらあなたが満足するのかっていうところももらっていきましょうか。ね、クローバーもそうですもんね。なんかたくさんっていう感じで入ってくるので、たくさんあっていいわよっていう。はい、鳥さんのカード、なんかね、もっと、スキンシップたくさん取りたい。スキンシップというか、おしゃべりだったりとか、コミュニケーション取っていきたい。で、乳くり合っていたいっていう風に出てくるので、そうね、それがそのちぎりの最中かもしれないし、前後もそうかもしれないけど、いろいろコミュニケーション取っていけたらいいよねっていうあなたの、本心っていうのが出てきています。あとはマウストゥーマウスとかっていうのもあなたが望んでいるんじゃないかなっていうのが入っていますね。おしゃべりってことは口を使ったりとかもするから、いろんなところを口でね触れてほしいなっていうところもあるでしょうし、あとは本当にね、会話をしながら楽しみながらっていうところもあるかもしれません。はい、このようにあなたの要望っていうのが出てきました。一心不乱にね突き進んでいくので、もしかしたらそこにプラスね、会話とか、ちょっとしたね洒落た小技が聞けたらあなたはいいのかなっていうところがあるのかもしれません。はい、では
あとはね、お相手からのフリートークっていうところで何かあなたに伝えたいことをもらっていきましょう。ただこの方なんだろう、苦味も醍醐味として、これもねちぎりの醍醐味だよねってことで受け入れてくれる方ではあるから、ね、酸味や苦味、そして香りが好きみたいな感じのことを言ってるので、そしてお互いの共鳴し合うものっていうのがとても大切だみたいなことを言ってるので、そうですね、かなり深いことを考えてはいるんだけど、こう、ね、一心不乱に最後はやってくるってところがあるので、お相手からのメッセージをもうちょっともらいたいですよね。何枚かもらっていこうかなと思います。ちょっと落ち込んでますよ。今あなたにダメ出しみたいな、もっとってクリッククリックって言われてちょっと落ち込んでる。そしていいですね。あとはいいですね、先生、改善の余地があります。はい、これからに期待してくださいっていうね。真面目ですね。誠実、真面目、努力家っていうのが入ってきます。あなたに言われた改善点を、これから改善していきます。そしてこれからの私に期待してくださいってところが入っています。そして今あなたのタロットカードで出した、そしてお相手のタロットカードからももらっていきましょう。こう無意識のうちにお相手のカードじゃなくてあなたのカードを使っていたので、お相手からも1枚もらっていきましょう。もちろんね、ここに出したカードはお相手のメッセージとしてもらっているので、どのデッキを使っても構わないんですが、カップの4番、すごく丁寧に取り組んでいくから、それを受け止めておいてほしいっていうことが出てきているから、あなたがわがままなわけではないんですよ。そして自分でこうしてほしいなって思ってること、もしあるんだったら優しく伝えてくれると傷つかなくていいかなってところがある。ちょっとナイーブに感じてしまうところもある。だけど苦味もあっていいよねっていう風に感じてらっしゃるので、そういうところも改善していきながら2人で一つになっていきたいってところはまず基本的にあるので、ダメ出しが嫌とか傷つくとかそういうところじゃないんですよ。優しく言ってくれるとすごく頑張っちゃうよっていうところがあるんじゃないかなと思います。はい、これからに期待してね。そして2人でもっと、築き上げていきましょう。あなたの要望に応えるために結果出しますよってところがある。休憩のカードが入ってきました。修行の旅に出るそうです。はい、精神と時の部屋に入るのかな。一人で修行して強くなってきますのでっていうカードも入ってきています。強くなるためには一人でイメージトレーニングする時間が必要だっていう風にお相手が出てきていますね。はい。あと癒しの時間っていうのも入ってきています。ではこのハートのカードをねもらっていきましょう。アリスちゃんカード、かわいい。そのハートの飛び立っている翼の生えたハートのカードが出てきています。あなたの心の中をよく見つめてみて。お相手からのメッセージですね。そしてなんかね、助けてくれるところがあったら助けてほしい、フォローしてほしいし、支えてほしいし、あとは自分がこれから成長していくことを見守っていてほしい。そして多分ね、一撃必殺放出タイプだと思うんですよ。なのでそこに対しても寛容で受け止めてほしいなっていうところもそうだし、あとは自分のこれからの成長をずっとね見ていてねっていう風にも入ってきています。信じてほしいっていうところもありますしね。はい、この愛情を感じてほしいってところもあります。そしてもしあなたの中で何かノーって思うことがもしあるのであれば、それを
まずはご自身の中でよく見てみてっていう風に入っていますね。でもここね、すごくいいカードが入ってるんですよ。お相手がこれからもっともっと巧みに近づいていくから、そしてあなたともっとバランス取れるように、融合できるように技を磨いていく。そのためになんか多分ね、一回なんかこう休憩のカード、休憩っていうかそうだな、精神と時の部屋に入って修行して強くなってくるのか、もしくはその一撃必殺の技を繰り広げた後ってちょっとね、お休みの時間が欲しい、レストタイムが欲しいっていう風に休憩時間が欲しいって出てるので、休憩したらまた頑張れるかもみたいなことも言われてるかもしれないね。体重に出てきました。ちょっとね、最後トランプだけもらっていこうかなと思います。もしかしたらね、休憩を挟みながらっていう感じでいるのかもしれません。トランプからもらっていきましょう。なんかやっぱりやきもち屋さん、常にあなたと一緒にいたいとか、他の人に取られるんじゃないかって思っていたりとか、そういうところありますよ。ほらねって何がねなのって感じもしますよね。あなたの身の回りのことをすごく警戒していて、どっちから出そうかな。あなたのなんかライバルとかすごく気にしてるみたい。これがもしあなたがもし恋人だとしたら、あなたに近づいてくる他の異性のことを気になってるだろうし、例えばね、異性のお友達とご飯食べに行くとか、2人はダメだよとかっていう、なんかお相手なりのこの線引きがあるから、そこちゃんと見張ってるっていう感じもするし、これがもしまだ体の関係ありませんとか、恋人じゃありませんって方だとしても、あなたの周りにいる異性の人っていうのをすごく気にしている、このお相手がね、それが出てきているかなと思います。やっぱりそうですね、モテるんじゃないんですか、あなたが。ワンドの7、はい、ここもねワンドの7入ってるんですけど、あなたがモテるんじゃないかなと思います。それをすごく気にしてるというか、警戒していて、死神のカード、自分だけを見ていてほしいっていうのがすごく伝わってきます。そのために自分がすごく努力するんだよっていうカードも入っているし、すごいですね、畳みかけるようにカードが入ってきてるんですけど、周りの人のことを気にしているのか、あなたに近づいてくる、もしくはあなたの周りにいる人、異性の存在っていうのをかなり気にされているんじゃないかなと思いました。嫉妬してしまうこともあるんだよっていう風に入ってきますね。はい、なんかね、様子をよく見ているっていう感じ、あなたの身の回りの様子のこと、それが異性の関係、異性関係じゃなかったとしても、あなたの生活の状況とかそういうところを細かくチェックしていますっていうのがお相手のメッセージとして入ってきています。なんかね、あなたが輝いて見えるから自分だけのものにしたい、どっか行っちゃうんじゃないかとか、そういうところも入ってきています。あとはもしかしたら自分だけを見ていてくれていないんじゃないかっていう不安とかもあって、今その関係性を変えていきたい、で最終的には2人だけの世界を作っていきたいとか、お相手にとってハッピーな存在でありたい、お互いにとってねハッピーな存在でありたいし、そういう関係性を最終的には目指していて、そうなりたいから変えたいっていう風にね、環境を変えたいのかな。2人の世界、関係性っていうのを変えてより良いものにしていきたい、光り輝く太陽のような関係性になっていきたい、絶対揺るがない光のある存在としてお互いそこに居続けたいんだっていう風にね、お互いいつも求め合っていたいんだっていう風に出てきていますね。お相手からのメッセージです。はい、たくさんもらっていきましたね。今回夜のちぎりについて、お相手のとあなたの性的魅力だったり、体の相性とか、あとは
パワーバランスとかっていうのももらっていきましたし、お相手からのメッセージとかももらっていきました。3番をお選びいただいた方、共通ワードとして、濃厚ぶっちょりんこ苦味も醍醐味の一つっていう長いワードが入ってきてるし、一撃必殺っていうのも入ってきていますね。ぜひこのワードを盛り込んでコメントください。暗号として。はい。ただね、すごくやきもち屋さんなところはあるんだけど、あなたしか見ていないし、そしてあなたにすごく尽くしてくれるようなお相手でした。以上、こちらが6番をお選びいただいた方のリーディングとなります。尽くしたい、尽くすことで愛を感じる側、尽くされることで愛を感じる側っていう風にバランスが取れていると思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。